牛乳パックで簡単に作れるふわふわの台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は牛乳パックで簡単に作れるふわふわ台湾カステラを作りたいと思います。今回のレシピは牛乳パックの型で作れて、さらにホットケーキミックスで簡単に作れるレシピになってます。そして今回は卵1個分で作れて食べきりサイズの大きさになってます。なのでより気軽におやつとして作れるかなと思います。焼き上がった後しぼみにくくなるコツもご紹介していきたいと思います。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。ホットケーキミックス、お砂糖、牛乳、卵、サラダ油、バニラオイルです。こちらの材料で作っていきます。このサラダ油なんですけれども、米油など香りに癖のない油で代用していただいて大丈夫です。はい、そして今回型はこちら、牛乳パックを使っていきます。もちろんパウンド型使っていただいても大丈夫です。パウンド型でよくある大きさが18センチなんですけれども、18センチの場合は倍量で作っていただけたらと思います。早速型から作っていきます。で、この中身を見ていただくと分かるんですけど、こう重なってる部分があります。まずそこを上にしてください。で、この重なってる部分がある面を切り抜いていきます。このように切り抜きます。で、そうしましたらもうここの折れる部分は使わないので、ここを切ります。はい、今このような状態ですね。12センチの長さにしたいので、まず12センチそこから測ります。12センチよりも 2,3 ミリ長めに印をつけます。こちら側も同様に印をつけます。そうしましたらこの印まで切れ込みを入れます。こっち側も切れ込みを入れます。で、そしたらこれを内側に折りましょう。このように内側に折ります。こちら側も内側に折ります。こちら側も内側に折ります。そしてこのように全部折り込みます。このような箱状にしましょう。で、ここはホチキスで留めます。上の部分を留めます。はい、これで型の完成です。続いて中にクッキングシートを敷いていきます。で、この型よりも大きいクッキングシートを切りましょう。で、だいたい横が23センチで縦幅が30センチぐらいあればいいかなと思います。型を真ん中に置いて跡をつけます。そしたらまず折りましょう。はい、このように折りました。で、そしたらまたこれを中央に持ってきて、今度はこちら側折り目をつけます。こっちも同じように折り目をつけます。そして折りましょう。で、折る時のポイントなんですけど、折り目をつけたところから少し内側に折ってください。このように折りました。そうしましたらここを切っていきます。で、ここは1個飛ばしでね、切っていきます。この底の部分まで切ります。で、1個飛ばして底の部分まで切ります。で、1個飛ばして底の部分まで切ります。こっちも同じように切ります。今このような状態です。これを牛乳パックの中にはめ込んでいきます。はい、で、こんな感じで縦の長さが長かったので、このはみ出た部分に合わせて切りましょう。はい、これで OK です。少しクッキングシートが上からはみ出るぐらいにしてください。そして今回ですね、湯煎焼きするのでお水が中に入らないようにアルミホイルを敷いて囲っておきましょう。はい、こんな感じですね。これで型の準備は OK です。それでは早速作っていきます。まず卵を白身と黄身に分けます。卵の白身は泡立てるので、大きいボウルがあれば大きい方に白身を割ってください。はい、じゃあ割り入れます。
で卵黄はこっちですね。でまずですね、最初に卵黄の生地から作っていきます。なので卵白はその間冷凍庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが早くなります。でまずボウルに牛乳を加えます。牛乳を 600W の電子レンジで15秒から20秒加熱します。牛乳が冷たいままですとオーブンで焼く時にオーブンの室内の温度が下がってしまいます。なので牛乳を少し温めます。はい、加熱しました。そうしましたらここにサラダ油を加えます。よく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。それでは卵黄を溶きほぐします。はい、もし辛さなど気になるときは取り除いてください。ここに牛乳とサラダ油を混ぜたものを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざったらここにバニラオイルです。でもしバニラオイルがない場合はバニラエッセンスでも大丈夫です。これはね、香り付けなのでもしなければ入れなくても OK です。バニラエッセンス入れるタイミングは同じで大丈夫です。これを混ぜましょう。はい、混ざりました。ここにホットケーキミックスをふるって加えます。よく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、これで卵黄の生地は完成です。それでは冷凍庫で冷やしておいた卵白を泡立てていきます。で泡立てる時は今回ハンドミキサーを使います。ハンドミキサーがない場合は泡立て器でも OK です。今回ね、卵白を冷凍しているので比較的泡立ちやすくなっているので、ハンドミキサーがない方は泡立て器で作ってみてください。それではまず何も入れない状態で30秒泡立てます。はい、今こんな感じで少し荒っぽい泡が立ちました。そうしましたらここにお砂糖を半分加えます。はい、そしてまた高速で30秒泡立てましょう。はい、そうすると少し柔らかい角が立ちます。こういった時にお辞儀が立つぐらいですね。そして残りのお砂糖を加えます。そしてまた高速で30秒泡立てます。はい、こんな感じで角が立ってメレンゲにツヤが出てきました。それでは最後に仕上げで低速で1分泡立てましょう。はい、OK です。このようにピンと角が立ってメレンゲにしっかりとツヤが出れば OK です。でこの時ね、ボウルを逆さにしても落ちてこないぐらいしっかり泡立ててください。それでは2つの生地を合わせていきます。まず卵黄の生地にメレンゲを1すくい入れます。まずこちらは泡立て器でよく混ぜて生地をなじませましょう。はい、メレンゲの筋がなくなれば OK です。もう一すくい入れます。でそうしましたらここからはゴムベラでふわっと混ぜていきます。そしてまたメレンゲの筋がなくなったら今度は混ぜ漏れがないようにメレンゲの生地の方にこの卵黄生地を入れます。もう全部これは入れちゃって OK です。下からすくい上げるようにふわっと混ぜていきます。この時ボウルをこうやって回しながら混ぜると混ぜやすいです。はい、これで OK です。しっかりと混ざってすくって持ち上げた時に生地がつながって下に流れ落ちるぐらいの柔らかさです。混ぜすぎると膨らまないので注意してください。それでは耐熱の容器に先ほど作った型を置きます。でこの型の中に生地を流し込みましょう。で軽く 2,3 回上から落とします。でそうしましたら湯煎焼きするのでここにお湯を注ぎます。だいたいそこから2センチぐらいお湯を注ぎましょう。すいません、ちょっと忘れてました。お湯を今注いだんですけれども、ここにキッチンペーパーを敷きましょう。2枚ほど敷いてください。でこの上に容器を置きます。はい、そうするとゆっくりと熱が入るので柔らかい仕上がりになります。はい、それでは150度に予熱したオーブンで45分焼いていきます。はい、出来上がりました。こんな感じに仕上がってます。そうしましたら取り出して一度高いところから 2,3 回落とします。そして熱い蒸気を取り除きます。そうするとしぼみにくくなります。それではこちらを取ってクッキングシートを取ります。よいしょ。
おー、いい感じですね。プルプルに仕上がりました。すっごいプルプルです。はい、こんな感じですごくプルプルに仕上がりました。はい、これで牛乳パックで簡単に作れるふわふわ台湾カステラの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、断面はこんな感じになってます。ふわふわです。はい、それではですね、アレンジでここに生クリームを挟んでいきたいと思います。台湾カステラを売ってるお店でこの間に生クリームをサンドしているところがあったので、ちょっとそれ風に作ってみたいと思います。まずこれを半分に切ります。こんな感じに仕上がってます。それではここに生クリームを絞っていきます。はい、じゃあこれを重ねます。よいしょ。こんな感じでサンドしました。これを半分に切ります。はい、これで完成です。断面はこのようになってます。生クリームをサンドしてもすごく美味しいので、ぜひこちらもお試しください。はい、ということで完成しました。まずプレーンの方からいただきます。お、ふっかふか。ということでいただきます。すっごくふわふわです。そしてこの甘さがちょうどいいですね。今でだいたい2時間ぐらい経つんですけど、ほんと1ミリ2ミリしぼんだかなぐらいしかしぼんでないですね。それでは生クリームの方いただきます。いや、これはねちょっと贅沢ですね。それではいただきます。このふわふわのカステラと生クリームすっごく合います。とろける。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の台湾カステラのポイントです。今回の台湾カステラは卵一つでできる分量で作りました。そして型は牛乳パックを使いました。長さ12センチ、横幅7センチぐらいかな。この大きさだと卵1個分でちょうどいい大きさになります。パウンドケーキ型18センチのものが多いかなと思うんですけれども、これ100円ショップに売ってるものです。で、この型で作るときはこの倍量2個分で作ってみてください。そうするとちょうどいい大きさになるかなと思います。そして台湾カステラの作るポイントです。今回卵黄生地と卵白生地別々に作って最後に合わせました。卵黄生地のポイントとしてはホットケーキミックスのダマができないようにしっかりと混ぜるようにしてください。そして卵白のメレンゲのポイントは卵を卵白と卵黄に分けたら卵白は使うまで冷凍庫で冷やしてください。そうすると比較的泡立ちが良くなります。ハンドミキサーがない場合でも作れますかっていうコメント結構いただくんですけれども、今回のレシピは泡立て器でも作ることができます。なのでぜひこの方法で作ってみてください。あとは卵黄の生地と混ぜるときは1回目はしっかりと混ぜていいんですけれども、2回目3回目混ぜるときはゴムベラでふわっと混ぜるようにしてください。で、この時に混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまうので、こちらも注意していただけたらと思います。今回は150度に予熱したオーブンで45分焼きました。使っているオーブンでもちょっと時間差ができたりするので、最低でも40分は焼くようにしてください。で、その40分の間に上が焦げそうだなっていう時はアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。倍量で作る場合はだいたい50分から60分焼くようにしてください。オーブンの種類によっても熱の入り具合が変わってくるので、竹串で刺して確認していただくのが一番間違いないかなと思います。焼き終わったら容器を取り出して少し高いところから 2,3 回落としてください。そうすると熱い蒸気が外に出てしぼみにくくなります。材料もシンプルで型も牛乳パックでできるので手軽に作れるかなと思います。すごく美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は牛乳パックで簡単に作れるふわふわ台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。